ズロデオ購入金額はなんと60万円。ヤフオクで購入したこのキャンピングカーのリフォームに取り掛かりました。はい、皆様こんにちは、小宮家と申します。よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございます。ヤフオクで60万円で購入したキャンピングカー、ボロボロのポンコツだったんですけども、素人なりにですね自分でリフォームしてみました。はい、ぜひこちらをご覧いただきたいんですけども、本当はですね買った時このように床は全部絨毯で敷き詰められてたんですね。でロデオという車は標準で、床はこのように絨毯になってます。ただ25年前の車なので汚れが相当付着してたっていうのが正直なところで、あと入るとですね結構匂いがしたんですね。なのでこのカーペットとか、板ですね、表面の板は全部剥がしてですね、新しく、杉の板を9枚買ってきて、これを34カットした板ですね、これを全部敷き詰めました。フローリング化計画ですね。PX280 って別名床美人というボンドがあるんですけども、これで貼り付けてます。今走行して数ヶ月経ちますけども、順調に剥がれずにですね頑張ってくれてます。入って入り口すぐのところには床下の収納ですね、収納がついてます。はい、ここはねいろいろ結構物入るので重宝してますね。はい、続いてはキッチンになるんですけども、キッチンは我が家のもう心臓部分といっても過言ではないぐらい、毎日使ってます。はい、ただこのスペースもですね残念ながら買った当初はもう全部腐ってたんですね。最初天板だけかなと思いきや、もう壁の中も全部腐食してました。なのでこれらも全部ですね解体して貼り直して、それで本物のモザイクタイルをですね取り寄せてこれを貼り付けております。当初はこの LP ガスっていうのを積んでたんですけども、今日本各地ではこの LP ガスの補充ができないんですね、なかなか。なので、カセットガスアダプターというものに切り替えてます。このアイテムがあるとですね、車内の LP ガスの機器をカセットガスで使うことができます。例えばこのガスレンジなんかもカセットガスで使うことができてるんですね。はい、でちょうどこのキッチンのレンジの下には収納がありまして、この収納はですね、ロデオに標準でついてるものです。で棚だけちょっと自分で DIY したぐらいなんですけども、ここの中にですね基本的な食器とか、あとキッチン用品は全部入ってます。細かいものはこういう100均とかのですねケースに仕分けして使っております。はい、あとはもう見るからにやっぱりスペースが狭いので、この入ってすぐ左側にですね、こういうサイドテーブルをつけました。これを開くとですね、こう L 字のキッチンになって非常に使い勝手が良くなると。基本的にはここでまな板作業なんかをしたりしてます。作り方はもう本当単純で、合板をただ、またウレタンニスですねで固くして、で金具をつけてるだけなんですけども、この金具がですねなかなか優れたアイテムというか使いやすかったのでご紹介させていただくんですけど、田辺金属さんっていうところの、金具でただつけるだけなんですけど2000円で、しかも耐荷重が40キロあるんですよね。あとは、キッチンの左上にこの防犯カメラも一応取り付けてまして、車内を長く離れる時なんかはこれを作動させてるんですね。スマートフォンで車内の様子をリアルタイムで見ることができるので、非常に重宝して使っております。はい、続きましてはこのトイレとシャワールームなんですけど、キャンピングカーのシャワーとトイレって結構ですね使われてない方の方が多いみたいなんですけど、うちはですね普通に使ってます。でただ小のみになってます。もちろんと言ってあれですけど、大はちょっと危険ですから小だけですね。あとシャワーは僕はもうここで結構浴びてますね。はい、この辺はまた違う動画でご紹介させていただこうと思ってます。はい、それでですね入ってすぐ左側にはこのバッテリースペースというものを設けてます。でこの車は太陽光と走行発電ですね、走行充電で電気を発電させてくれるんですけども、その発電した電気をこの蓄電してくれるのがこのポータブル電源、2台のポータブル電源になってます。はい、で屋根の上にはこのようにソーラーパネルを2枚貼り付けてまして、ここで発電された太陽光は屋根からですねこのケーブルを伝って常にポータブル電源に電力が供給されているような状態になります。
これをパススルー充電っていうみたいなんですけども、使った電気をまた補っていくという形になりますね。ソーラーパネルは関谷さんっていう日本のブランドのソーラーパネル 150W のものを2枚屋根に積んでおります。はい、それでですね、今度シャワールーム、トイレの隣にはこの大きな箱があるんですけども、これは冷蔵庫になりますね。で、本来ここのスペースは、収納棚だったんですけども、ここをですね、スライドレールというものをつけて冷蔵庫を出し入れできるようにしております。はい、でこの冷蔵庫もですね、日本のブランドなんですけども、レマコムさんっていうブランドで60リッターの超大型の冷蔵庫なんですけど、ですね、すごい省電力なんですよね。冷却能力はめちゃくちゃ高いのに、設定の温度までいくとそこから消費電力が 1,2 ワットで済むというものなんですね。はい、で冷蔵庫の下は、ロデオに元から備わっている収納が、このぐらいな感じのものがついてまして、でその下にはですね、ここ本当は板が、打ち付けられてたんですけども、ここをちょっと加工してマグネットタイプの扉をつけました。で中ガス管とかがここ通ってたんですけども、それを撤去して、収納スペースにしてます。ここ結構ね広くて、靴とかあと冬物の服とかですね入れている状態になります。はい、続きましてこの長椅子なんですけども、本来ロデオはこれが打ち付けられている状態で全く動かないんですけども、これにもですね、得意のこのスライドレールをちょっとつけてみました。でこの開閉式の台座を下につけて、スライドのロックを外すと、このようにこうソファーがですね前後に移動するようにしました。この字のソファーにして家族で食事取ることもできるし、寝るときはですねテーブルの足を取って、このようにですねシングルベッド2つ分の幅のものを、合体させると、このような大きな、ダブルベッドぐらいのベッドになるようになってます。で大人の男1人このように大の字になって寝ることができるし、あと空いたスペースですね、ここに大きな収納庫を作ることに成功しました。あとはこの上の部分っていうのはバンクベッドになるんですけども、ここには娘と妻がいつも寝てる状態になります。ちょうど運転席と助手席の上にある常設のベッドなんですね。でここはですね、特に鎖がなかなかのものでして、買った当初はものすごいもう汚れがひどかったんですね。なので板を全部張り替えて、あと雨漏りがすごかったので雨漏りも直して、壁紙も張り替えました。でおかげさまでですね、今は本当快適に寝れるスペースになりましたね。はい、であとテレビなんですけども、一応つけてます。で Amazon プライムのビデオしかほとんど見てないんですけども、24型のテレビなんですけど、壁掛けの金具で固定してるんですね。ただ、壁掛けの金具が高いのかっていうとそうでもなくて、980円のこの Amazon の壁掛けの金具を使ってます。取り付ける壁がかなり中空洞で梁も何もなかったので、裏にこのアルミのステーをかませてボルトで締め上げてる感じになります。でこのアングルですね、アングルも長すぎたのでジグソーでカットして長さを調整して取り付けてます。今この状態で普通に走行してますけど、全くビクともしないですし、緩みも全くない状態で使えてますね。下にはこの AC 電源が、3つ出てくるように延長コードを引いております。はい、そしては最後は壁なんですけども、この壁もですね、腐食だったんですね。やっぱり中が腐ってて、もう壁紙ちょっと張り替えるぐらいでいこうと思ったんですけど、もう壁がボロボロに落ちてきてですね、結局全部、板も張り替えて壁紙も張り替えました。はい、でブラインドなんですけども、基本的にはカーテンがついてたんですけども、ちょっとおしゃれにと思ってこのニトリのブラインドをつけてます。でこれ1000円しないブラインドなんですけど、自分でね丈を加工してちょうどにできるのでおすすめです。はい、ということで約3ヶ月の期間をかけて夫婦2人で作り上げました。始めた当初はもうインパクトドライバーの使い方すら全く分かんなくて、ドギマギしたんですけども、なんとかここまでできたことに本当に満足してます。で気になる DIY 費用なんですけども、約30万円ぐらいだと思います。ここにはバッテリーと工具類は含んでおりません。改造動画は全部で14話あります。概要欄にリンクを貼ってあるのでぜひ見てください。はい、で最後に僕たち家族の紹介を少しだけさせてください。
僕たち夫婦は東京で20年間やってきた美容師という仕事を今度は訪問美容室という形で全国を旅しながら行っております。今2歳の娘を引き連れて3人で今紹介したキャンピングカーの中で暮らしております。自然やあとは今日できる友達とか、あと水汲み、電気、いろんな問題があるんですけども、それらを乗り越えて3人仲良く今元気に頑張ってます。これからいろいろ配信していきますのでよろしくお願いします。日々のキャンピングカー生活の模様はインスタグラムで配信しております。ぜひお気軽にフォローください。ブログも書いてます。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。